このキットの場合、塗装前にやらなきゃいけないことがまだありまして、実はパネルラインが重すぎるんですよ。パネルライン、通常アクセスパネルですね。アクセスパネル、取り外しが多いパネルはこう筋彫りがあるんですけど、そのパネルライン沿いにレーダー反射素材反射しちゃダメなのか、吸収素材かな、なんかこうコーティングしてあるんですよね。そのコーティングまでこう筋彫りで入っちゃってるんで、これは時期にないパネルラインなんですよ。なのでそれをパテで、いちいち埋めたかなきゃなんですよね。デカール貼るのにね、目安にということで、ちょっとそれが太すぎるってことですね。でそれをパテで、埋めます。インストの塗装図を見ながらデカールを貼るところの、本当はデカールラインだけを消したかったんで、デカールの毛がしだけを外し埋めたかったんですけど、無理なのでパネルライン一旦潰します。この方の色のとこはね、それは後で盛り上げるんですけどね、ある程度固まったら、薄め液でね、消しちゃいます。パネルラインのとこ以外を消しちゃいます。ほんのわずかにね残しときたいんですよ。マスキングの目安になるんで。ただこれではあまりにもパネルラインしちゃってるんで、なので純粋にパネルラインってとこは後で筋彫りします。これ機体のパネルライン埋めるべきところはみんな埋めましたね。触った感じがカサってしてるんで、もうこの段階で落としちゃいます。で当然だから消したいパネルライン完全に消えるわけじゃないんですよ。だからパネルラインが浅くなる程度ですね。これでまた引けるんでね、この後にどの程度なだらかになってくれるかという部分あるんですけど、ただ何日か前にやった機種の方はこんなもんかなって感じなんで、じゃあとりあえず盛り上げるところですね。盛り上げるところマスキングをしていきます。テープの厚み分盛り上げるだけですね。どの程度上がるよって感じなんですけど、これがまたどうしようかこれ。デカールが乗っからないところのパネルラインですね。マスキングしていく。これも結構ボリュームあります。一回ね全部盛り上げようと思って頑張ったんだけど無理だった、無謀だった。今ここテープ貼って溶きパテを前みたいにね、こっちでやりましたよね。消えちゃったけど半分やりましたよね。これちょっと乾かして触れるぐらいまで乾いたらばもう軽くサンディング当てちゃって、後で痩せようがなんだろうがハードポイントですね。ハードポイント
ハードポイントっていうのは爆弾とか吊り下げる場所です。この飛行機はここの部分がミサイルや爆弾こう積む場所なんですけど、でその中に収まってればねレーダー見つかりにくいんですけど、特に相手が高性能なレーダー持ってない場合はここに直接ミサイルやら吊り下げることもできます。いわゆるビーストモードっていうのですね。野獣モード、もうねこれ気長にやるしかないわ。だってハードポイントだけでこうだよ。一番簡単なんですけどね、これが。いやーちょっと無謀だったかな、いらんこと始めちゃったかなこれ、できればこれパネルライン溝になってるところを埋めたいんですよ。埋まるかどうかわかんないですけどね、そんなにもパテは乗れないかなって感じです。このスラットの投稿は後でやります。テープが絡んでくるんで。今これいいですよ、まだ四角だからね、周り貼ってればいいんだよ。内角に貼るのがちょっと厄介なんで、角度が、正確ではないかもしれないですけど高さが合わないかな。削ることも念頭に入れて、800番のペーパーでテープ入っちゃっていいね。で軽く鳴らしてやる程度でいいと思います。あまり削ると意味がないので、表面を、なので600だとちょっとね強すぎると思うんですよ。動力つける前にやらないとダメだなこれは。長谷川のキットの綺麗だなっていうのは、イタレリと比べてこのスラットが別パーツなので今取れちゃったんですけどね、すごくいい感じになってるんですよ。イタレリは結構このさっきのこの部分をちょっとねいまいちまったりしちゃってる。そういう部分は長谷川おすすめですね。で今作ってるモールドもイタレリはね出過ぎ超ぽっこりと出ちゃってるんで、削ればいいっちゃ削ればいいんですけどね、どうなんでしょうね。ですね、このギザギザの角度、今モールドを入れるところがどこだ、後ろの方、ここ同じ色なんでここを盛り上げます。でトレースの方法なんですけどね、特にその輪郭じゃなくてもいいんですよ。この真ん中にドカンでもいいんですよ。要は角度さえ出ればいいんで、ここでバッテン1個作ります。バッテン、そうすると
ここがその角度なんですね。輪郭のこの角度を使いたいと。でこのバッテンをコピーします。大量にできますよ、大量に。まあただダビングしていくと、ダビング懐かしいな。ダビングしていくと先はどんどん濡れていくんですけどね。まあ、この今のバッテンをここに貼り付けるとどうでもいいです。まあできれば水平出た方がいいけど、まあいいやこれで。要はこの角度を大量に作っていくと。で細けいこと気にしないんで、俺はまた例によってだいたいこっちもちょっと今カメラ越しなんでこの角度これで今の角度のマスキングテープがいっぱいできたわけですよこれをね貼っていくだけですよ。まあ僕は特に水溶きとかはこの段階ではしないです。飛行機で水溶きってやらねえな。でもどうなんだろうまあ水溶きした方がね、これはねちょっと今木工用のシアーソフトっていう400番のペッパーですね。1回目はこれでやります。でこれは水溶きができないので、ただ目詰まりはね割としにくいと思って使ってるんですけど、である程度までやったらばまあこれ今400なんでこれは800番600番でもいいと思いますね。どのみちこの後2回サフ含んでまあテープのチリが出てきたらば600とか800に変えてやればいいと思います。結構これね持ったんですよ。持ったっていうかパテは若干シンナー分加えて若干緩くしてでまあ反効果っていうか生乾きですね。ドロドロがなくなった段階で上からもう一回取っパテサフェサの500番を乗っけてやりました。そうすると表面のパテ独自のなんていうの荒れた感じがなくなるんで磨きやすいんですよ。まあこれテープこのまんまにしてると周りのある程度結構持ったんでね、周りのモールドを消さないようにっていうのもあります。まあ状況を見て引っ込んでるようなところはまた溶きパテを乗せてやればいいんじゃないですかね。ただまあ他よりも出っ張って見えればいいんで今やってるのは広いところ
真ん中がこうくぼんじゃっても分かんないと思うんですよね。塵の部分が出っ張ってれば。そうで筆で筆でやってます筆でなんかいいじゃん、これで筆でマスキングしなくて。そこそこ自分いいなって程度の肉厚つくし、まああんまり広いところはね、逆にだからこの細いところだけ筆でいいじゃんって感じがしてます。っていうかやっぱりこれデカール使わない塗るんだったらこの部分だけ筆でやるか。あ、見えない。ずっと行くのかな。客ドアまでか。もちろんこれいらないような面相筆ですね。ボロボロだった穂先がボサボサになってて使ってなかったやつです。いやー、筆の方が良かったな。しまったな。仕上がりはあんまり変わらないんですけど、このひし形はちょっと出っ張ってるんで、これこのままでいいと思うんですよ。いろいろやってみて、パテを薄め液で薄くしたりやってみて、これが一番いいかな。やっぱり溶きパテですね。溶きパテでこれを塗っていくのがいい感じですね。結局ね、濃いグレーのところだけってやってたんですけど、このパテを塗るのが面白くなってしまって、例のレーダー波を吸収する素材かなんかわかんないですけど、そのコーティングですね。すべてですから、この筋彫りのところすべてやっちゃってます。パテをやめた理由ってやっぱりちょっとゴテゴテが過ぎるなと思ってね。肉厚はつくんで塗るのは楽だったんですけど、ちょっとゴテゴテしちゃって、結局上から溶きパテ塗ってっていう手間をかけてると同じことなんで、もう最初から溶きパテだけでもいいのかなということですね。全体したようにこれぐらいの硬さどうかな。生クリームよりやぐいですね。泥んこ遊びの泥、これぐらいの濃さがちょうどいいと思うんですよ。でこれをこう乗っけておくわけです。塗るんではなく筆で置いていくような感じですね。ミスった、ちょっとこうミスっちゃったなーってとこはシンナーでごまかしちゃいましょう。こんな感じでね。薄ければ当然塗りやすいんですよ。何回も塗り重ねれば盛り上がってくれるんで、それはそれでいいんですけどね。一発でやりたい場合はある程度濃さは必要です。で今ここち
と分かりにくいな、ここは。薄かったなってとこはちょっと固まってから重ねればいいんですけど、すぐ固まるんで、これはシンナー分すぐ飛んじゃいますので、あるいは濃いめのやつをこう置いていくという感じですね。で、多少ガタガタしてる部分に関しては後で紙やすりで鳴らしてやればいいんで、紙やすり、ペーパー、スポンジやすり、何でもいいです。で、仮に薄い時、これ薄いです、かなり。で、塗るような感じではできるんですよ、薄い場合はね。どっちみち薄いんで。日本語おかしい。日本語よくわからないです。でもこれこのように下のプラスチック地が透けて見えるじゃないですか。薄いってことですよね。で、乾いたらすぐ乾くんで、もう一回上から重ねてやると。で、重ねるやつはね、多少よれちゃっても多少ねいいと思うんですよ。ただ2回3回ぐらい塗らなきゃいけないかもしれない、場合によっては。こう今これ真ん中に線があるじゃないですか、パネルラインが。ここ下手だな。この角が出てないとかっこ悪いんでね。それはもう持つ位置を変えて、こっちから塗ってやると。やっぱ置いていくのが基本かな、薄いにしても。こう長いとこはね、こう塗ってくような感じになっちゃうと思うんですよ、必然的に。ただ今やってるとこはデカール貼るんで、見た目はごまかせますしいとこはやっぱり。で、あとはこっちのトキパテの方のね、濃度ですね、濃度調整ですよね。で、やっぱりマスキングでやった方が綺麗です、絶対に。ただそのマスキングが結構大変でした。特殊な機体は特殊な機体ですよね、これ。あとはこまめに持ち替えると。どっちみち後でねサンディングするんで、多少真ん中で盛り上がっててもいいなってば、上下上を先に塗っちゃって全部。こう塗っちゃいますよね。仮に全部塗りましたと。そしたら持ち替えて、反対側こう塗っていくと。角を出しやすいその方向、筆の方向っていうのかな、
やってみてやりやすい方法でいいと思うんですけどね。どの方法がやりやすいかってやっぱり人それぞれなので、僕はいろんなことやってます。いろんなことやってる間にね、そのうち慣れていくと思うんですよ。見つかっていくっていうかね、この方法がいいなと淘汰されていくと思いますんで、どうしてもやってると濃い薄い場所によって濃いとこ薄いとこって出てくると思うんで濃いとこはそのままでいいじゃないですか。薄いとこもう一回ね塗り重ねてやると見ればわかるんで、最終的なチェック、こう触ってみて指の食感ですよ。盛り上がってるなって感じであればいいと思います。ここはちょっと今触って薄かった。とかまた上にから持っていけばいいんで。こう長い直線はもしかしたらテープ貼ってやった方がいいと思います。いいかもしれない。多分ねこんなんね、例えばF35 ばかりをこう連続生産するんであれば確かにね慣れてくかもしれないですけど、他の機体でこういうことってやんないからね、あんまり。うわー、これ細けえな、細けえし、なんかパテが乗ってて分かんなくなってる。ただ手前側はね気にしなくていいんで、案外そんな大してあれかもしれない。そんなに思ってたほど大したことねえよ。いいんじゃないかな。でこれで上面終わったんで、筆で塗ったところそんなに極端にやすりかけなくていいと思いますね。問題は筆で塗ったというかこのサフェーサー500でやったところはね。あとはグレーパテを薄めてやったところのでこぼこしてるところですね。こういうのをちょっとサフェーサー持ってやってこの後のやすりがけに備えた方がいいのかなという感じがします。どうかな、どれだけ時間かかるのか、ぶっ通しでやり一日で終わるでしょ。ぶっ通しでやりゃこのぶっ通しでできないです。まずドライアイになりますね。精神的にも持つかどうか。ところどころねやっぱり怪しいんですけど、直線なんか出やしねえんだからはみ出したりねちょこちょこしてますけど、今やってるところはデカール貼るんでおそらく見た目分かんなくなります。あんまり気にしてないです。実際ねどの程度出るかですよね、この凹凸感が。今までやってたのはほら変態灯のルミネスセンスライトとか、テープで
マスキングして、でそこにトキパテを塗っていくっていうのをやってたんです。こういう筆塗りでっていうのは初めてなんで、実際どうなのかなっていうのはありますけどね。まあこんなもんで勘弁してやろう。ひでえな、ガタガタだな。それではまた。